はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市から沖縄県久米島に旅行に行った動画のパート3です。皆さん、ウミガメ見たことありますか？久米島周辺の海ではウミガメを見ることができます。久米島にはウミガメ館がありますので、もし海で見られなくても見ることができるんです。それ以外にも観光スポットやグルメを満喫してきました。久米島に行ったことがある人もない人も綺麗な景色とグルメをぜひ見ていただけると嬉しいと思っております。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から沖縄県久米島空港まで日本航空 JAL で移動した動画、そしてパート2の動画では久米島ナンバー1の観光スポットであります果ての浜に行ってきた動画を作成しております。まだご覧になってない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。パート3の動画は私が今回宿泊しました大島にあります民宿網元から動画をスタートさせていただきます。民宿網元は新大島大橋のたもとにあります。この動画を撮影した時間は夕方でしたが、ビーチがとても綺麗でしたね。青い空と民宿網元の白い建物が映えますね。民宿網元の庭にはパパイヤやバナナを栽培していました。こちらで栽培したパパイヤとバナナを食べさせていただきました。とても甘く美味しかったです。お土産にもパパイヤをいただきました。いただいてから数日経過しますと緑色から黄色色に変わって家で美味しくいただきました。ありがとうございました。こちらでは有料ですが自転車をレンタルすることができます。自転車があれば車がなくてもリーフビーチエリアくらいならすぐに行けそうだと思いました。こちらも有料ですがランドリーもありましたので長期滞在も問題なさそうですね。はい、私が宿泊した部屋を撮影してみました。部屋は和室でしたね。クローゼットの中には冷蔵庫、ドライヤー、ケトルがありました。民宿網元には風呂とトイレが共同の部屋もありますが、この部屋には風呂もトイレもありました。フリー Wi-Fi もありました。私は窓を開けて景色を見ました。奥にリーフビーチが綺麗に見えました。すべての部屋がオーシャンビューではないそうですが、オーシャンビューの部屋を希望される場合はホテルに問い合わせいただければと思います。こちらの猫ちゃんは民宿網元のアイドルアミちゃんです。1年ぶりに会いましたが元気そうで良かったです。長生きしてね。私は筋トレが趣味なんですが、こちらでも筋トレがしたかったので久米島でビジターで利用ができるトレーニング室があります久米島ホタルドームに行きました。それでは民宿網元を出発します。新大島大橋を渡りました。前方の映像だけでなくて横の映像を撮影できたらもっと綺麗な海を紹介できたので、ぜひ実際に見てほしいですね。大島にあります民宿網元からの距離が約10キロ、車で20分ぐらいで久米島ホタルドームに到着できました。営業時間は9時から21時まで、利用料金は大人100円です。シャワーは有料で利用することができます。温水を使わない場合は100円、使う場合は200円ですが、久米島は暑いので水でもぬるいぐらいの温度ですので温水の必要性はないと思いました。トレーニング室の中の様子です。全体的にマシンは古かったんですが、ダンベルやパワーラック、トレッドミルなど筋トレするには十分な設備だと思いました。次に久米島空港近くのビーチであります新里浜に行きました。新里浜に行く途中はサトウキビ畑のローカルな道を走行しました。久米島ホタルドームからの距離が約2キロ、車で5分ぐらいで新里浜に到着しました。新里浜は昼間でも綺麗でしたが夕日が綺麗なビーチです。久米島空港の滑走路が見えますので、ここから飛行機の離発着を見るのも良いんじゃないかなと思いました。無料のキャンプ場もありました。奥に見えるホテルはサイプレスリゾート久米島です。おじさん一度泊まってみたいですね。私は朝ごはんを食べずに
筋トレしておりましたので、朝食と昼食を兼ねまして、昨年食べて美味しかった中泊エリアにありますお食事処ゆきに行きました。今中泊エリアの中心部を走行しています。路駐している車の横にはスーパーがありました。私も行きましたが、ここで弁当やお土産を買うことができます。右手に琉球銀行が見えると、左手にお食事処ゆきがありました。お店の中の様子です。私は11時半頃行きましたが、この日は非常に混んでました。このお店にはたくさんの芸能人が来店していました。こちらはメニューです。沖縄そばや定食のメニュー、セットメニューもありました。私は牛肉もやしそばセット900円とサンピーチャ350円を注文しました。牛肉もやしそばの麺は少し黄色っぽかったですね。太くて麺をすするというよりも食べる感じの麺でした。スープは普段食べております沖縄そばのスープよりも味がしっかりしていまして、もやしと牛肉の旨味が溶け込んだスープ、おじさん好みでした。沖縄の炊き込みご飯ジューシーは豚肉や昆布などのだし汁がご飯に染み込んでいまして美味しかったです。私はお食事処ゆきで食事をした後、久米島の有名観光スポットでありますミーフ川に行きました。ミーフ川は子宝に恵まれない女性が拝むと良いことがあるようです。ミーフ川に行く道がデコボコでしたね。しばらく走行しますと、奥にミーフ川が見えてきました。駐車場から撮影していましたが、天気があまり良くなかったです。それでも海が綺麗に見えました。ミーフ川の穴の方には足場が悪かったので行けませんでしたが、穴に向かって拝んでおきました。ミーフ川に行った後、昨年パインジュースを飲んで美味しかった赤峰パイン園に行きました。車で走っていたんですが、全然車を見かけなかったですね。赤峰パイン園まではミーフ川から約2キロ、車で5分ぐらいで行きました。お店の中の様子です。パイナップルや沖縄の服なんでしょうかね、洋服なんかも販売していました。それ以外にカットパイン400円や今回飲みましたパインジュース300円、このお店でしか買うことができないパイナップルジャム400円などもありました。この店のパインジュースはパインと氷と砂糖のみだったと思います。はい、パインジュース出来上がりました。せっかくでしたので外でいただきました。飲んだ感想ですが、パイナップル本来の甘さを感じました。甘さは控えめで美味しかったです。久米島に来る機会がありましたらぜひ飲んでほしいと思いました。赤峰パイン園でパインジュースを飲んだ後、絶景の景色を見ることができる久米島の人気観光スポットヒヤジョバンダに行きました。ヒヤジョバンダまでは赤峰パイン園から約4キロ、車で10分ぐらいで行きました。私はここに昨年も行ったんですが、その時は売店で100円そばが食べれました。個人的にはまた100円そば食べたかったんですよね。現在は新しいお店になっておりまして、久米島特産の車エビ料理やステーキなどをテイクアウトできます。またバナナやパイナップルなどを売っていました。私は売店を除いた後、ヒヤジョバンダの展望台に行きました。展望台まで歩いて行ったんですが、誰もいなかったですね。展望台からの景色すごく綺麗でしたね。奥には果ての浜も見えました。手前に見えます池では久米島の特産品であります車エビを養殖していました。久米島に行ったらここからの景色は見た方が良いと思いました。ヒヤジョバンダに行った後、夜ご飯をホテルで食べようと思っておりましたので、久米島漁協直営の鮮魚店であります久美マルシェに行きました。久美マルシェは昨日も車で通りました窓鞠漁港のあたりにありました。以前はレストランもあったそうです。こちらでは久米島産のマグロの刺身や海鮮丼、もずくの天ぷらなども販売しておりました。私は久美マルシェでお弁当などを買った後、大島にあります畳石に行きました。今再生速度を6倍にしております。時速300キロくらいだと思いますが、このスピードだとほんの数秒で到着しちゃいますね。駐車場から畳石まで歩いていきました。この後紹介します久米島ウミガメ館は
オレンジの屋根の建物の左側に見える建物です。しばらく歩いていきますと海が見えてきます。そこに畳石があります。畳石は国の天然記念物だそうです。溶岩が冷え固まる時にできたもので、畳を敷き詰めたような景観から畳石と呼ばれているそうです。ここから見える海もとても綺麗でしたね。私は畳石のすぐ近くにあります久米島ウミガメ館に行きました。それでは中に入っていきます。中はこんな感じですね。ウミガメの種類や生息地など詳しく紹介されていました。こちらにはウミガメについてのクイズもありました。問題が6つありましたが、皆さんは何問分かりましたか？答えはこちらです。意外に知らないことありますよね。世界に8種類のウミガメがいるそうです。その中で3種類のウミガメの産卵を日本で見れるそうです。こちらのプールでウミガメを見ることができました。絶滅危惧種に指定されているウミガメもあるそうです。私はここで貴重なウミガメを見ることができました。私はウミガメを見た後、宿泊先の民宿網本に帰りました。私は久美マルシェで買ったお弁当や惣菜などを食堂で食べました。久米島さんの車エビの天丼は衣は柔らかくなっていましたが、エビはプリプリで美味しかったです。こちらのカルパッチョは久米島周辺で取れたマグロが美味しかったですね。マグロの煮付けは360円で、このボリューム、タレが染み込んでいて美味しかったです。お酢も美味しかったですね。沖縄来たら三品茶は絶対飲みますよね。たくさん食べておじさんお腹いっぱいになりました。私は民宿網本を午前8時過ぎにチェックアウトしまして、久米島空港に向かいました。空港に向かう時の気持ちってとても寂しくなりますよね。私はこの後久米島空港10時ちょうど発那覇空港経由羽田空港行き日本航空 JAL982 便と羽田空港17時45分発旭川空港行き JAL557 便を乗り継いで旭川に帰りました。これで今回の動画は以上になります。帰りに乗りました久米島空港10時ちょうど発那覇空港経由羽田空港行き日本航空 JAL982 便の一部の映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画は久米島旅行パート3として久米島の観光スポットや絶景スポットをレンタカーで旅行してきました。また久米島の人気牛もやしそばやパインジュース、久米島漁協直営のお弁当やお惣菜など美味しいグルメも堪能してまいりました。今後も旅行に行った際にはこのような動画を作成してまいりますので、もし作成した際にはご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、来年は久米島の海でウミガメ見れたらいいな。